はい、皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日は腸内細菌について解説していきたいなというふうに思っています。戦後ですね、欧米の食文化が入ってきて、肉、卵、牛乳、チーズなど昔の日本では食べられてこなかった食品っていうものがもう給食でもそうですし、家庭の朝食でももう本当に一般的になってきたかなというふうに思います。で、ボディビルディングをやられている方、体作りをやられている方も皆さん当然タンパク質が一番大事だと。タンパク質をしっかりとって筋肉をつけていくっていうことで、ボディビルだと体重かける3倍とか、最低でも2倍取りましょうとか、そういうのが、主流の考え方になってると思います。でもこの考え方って欧米から入ってきた考え方なんですね。で、やっぱりボディビルのメッカ、本場っていうのはアメリカなので、やっぱりそちらの最新の食事、最新のメソッド、考え方をやっぱり日本でも習って取り入れて体を大きくしていこうというふうにやってると思います。でも中にはそれで合わない人もいるんですね。今日はその部分を詳しくちょっと話していきたいなというふうに思ってます。まずその欧米人と日本人、アジア人でそもそも腸の長さが全く違います。日本人の方が1.5 倍腸が長いです。これはどういうことかっていうと、もともと食べてた食事が違うんですね。欧米人は狩猟民族、狩りをして肉を取ってきて食べる。で、僕たちは農耕民族で野菜、果物、そういうものを栽培して野菜を中心に食事をしてたわけですよ。昔の食事なんかちょっとあげますけど、もう玄米とかご飯とお漬物、味噌汁みたいな感じなんですよね。で、これでどうやって体作れてたんだろうって疑問に思いませんか？そうですよね。肉全然ないじゃんみたいな。今時のその体を作る食事だったら、白米、ご飯と鶏胸 200g と納豆、卵みたいな。やっぱりタンパク質中心の食生活になってるので、これでどうやって昔の人体を維持してたんだろうって疑問だと思うんですよ。で、昔ですね、欧米食が入ってくる前、日本人ってものすごく筋力も強いしパワフルな民族だったんですね。こういう食事をとっていながら。で、そこでドイツ人の学者がじゃあ試しに肉を食わしてみたらもっと日本人ってすごくなるんじゃないかっていう研究があったんですよ。逆に肉を食べさせてみたら全くパフォーマンスができなくなったんですよ。って思うかもしれないんですけど、この後詳しく解説していくとこの理由がはっきりと分かってきます。僕の尊敬するボディビルダーの方、井上さんですね、インスタでもお付き合いさせていただいてるんですけれども、井上さんも腸内環境、腸内細菌についての動画を出されているのでぜひ見ていただければと思うんですが、肉食獣と草食動物の例で例えるとすごく分かりやすいんですね。肉食獣は、ライオンですね。ライオンが狩りに行って、牛を捕まえて食べる、肉を食べる。で、草食動物ってもう基本的に草とかを食べて体を作ってるんですね。でも実際どうかっていうと、草食動物の方が体が大きいんですよ、肉食獣より。象、キリン、牛、カバ、2倍3倍と大きいです。じゃあなんで草だけを食べてるのに体を作れてるのっていうところが疑問を持ちませんか？で、ここが面白くて、肉食獣は経口でタンパク質、タンパク源を摂取して大腸小腸でさらに消化吸収して、その血中にアミノ酸が取り込まれて、でそれが体を作ったり体を維持するような仕組みになってます。で、ここで草食動物がこれがどういうシステムかというと、これが面白くて、で草を食べます。草を食べて胃で消化されます。で、大腸小腸に入ってきます。腸の中でいろんな菌が食物繊維を餌に活性化します。で、数が増えます。で、この腸内細菌たちが死ぬんですね。で、その死骸が草食動物たちのタンパク質になります。面白いですよね。で、この死骸が小腸で吸収されます。で、これがアミノ酸となって全身に送られるわけです。なので草食動物たちが草しか食べてないのにあれだけの体を作れるっていうのは、そこにメカニズムがあります。で、じゃあまたこれを人間の体に置き換えていくと、僕らの先祖代々の生活スタイル、食生活って
どちらかというとこの草食動物系の食生活なんですよ。先ほども言った通り腸が1.5倍欧米人よりも長いっていうのは、こういう食物繊維を消化するのに時間かかるんですね。なので消化吸収のために腸が長く進化したんです。なので僕らはその食物繊維とか海藻とかそういうものに関してはすごく消化吸収優れてる人種なんですね。だからそういうものでも消化吸収できるんです。特に日本人はそういう、腸内細菌が喜ぶものっていうものはやっぱりその食物繊維、海藻類、こういうものが、私たちの腸には合ってるんですね。逆に欧米人海藻消化できないんですよ。海藻ってなんかすごくいいものって思うんですけど、これは限定的です。欧米人には消化ができない食物繊維になってます。特にアオサのようなああいう岩のり系の海苔に関しては欧米人は消化吸収ができないのでお腹の調子を悪くしてしまいます。なので欧米食、日本食、肉食、草食、こういうふうに今紹介しただけでも相性ってものがあるんですね。なので日本人の消化吸収のメカニズムはかなりゆっくりです。超長いところにもあるように。なので欧米の食事だったり欧米の食事スタイルっていうものは合わない人がいるんですね。ただ中に例えば2倍3倍取ってて問題ない人もいるんですよ。これはこのままやっていただいていいし問題が出てないのでいいんですよ。ただそれでガスが溜まったり腸の調子が悪くなったり体調不良が出てるのであればちょっとスタイルを変えてみることをお勧めします。で僕のお客さんの中にもいるんですけど、今まで2倍3倍取ってたんだけどいまいち効果を感じられなかった、いまいち体調が良くなかった、これを体重の 1.5 倍までタンパク質を下げてで炭水化物の量を上げるっていう風にしたところ筋肥大の効率も上がったしパワーももっと出るようになってそもそも体調が良くなった。これはやっぱりこの人は日本人本来の菜食中心、タンパク質も取ってますけどやっぱり食物繊維とか野菜、海藻、そういうものもしっかり食べた方が腸が元気になって吸収力が上がって腸内の菌も活性化されてより効率的に体をよく作っていけたりできるようになってるんですね。で、この腸の環境が悪くなる、腸の動きが悪くなると代謝にもものすごく関係してきます。やっぱり腸が第二の脳って言われるぐらいものすごく重要な臓器なんですね。やっぱりここの環境が整ってなかったりするといろんな不調が体に出てきます。で代謝もその一つでやっぱりここの環境が悪いとやっぱり脂肪の落ちも悪くなってきます。なので今調子いいよ、今の食事で調子いいよ、結果出てるよっていう方はそれでいいんですが、なんか合ってないなとかなんかお腹の調子も悪いし新しいの試してみたいなっていう方はやっぱり私たち日本人古来の食事スタイルにちょっと近づけただけでだいぶ腸内環境も改善されてくるし体調っていうのも良くなってきます。体調不良を感じてたり他のものを試してみたいなっていう方はちょっとこのアイディアっていうものを取り入れてみてトレーニングに生かしていただきたいなというふうに思います。やっぱりね食事もトレーニングの一部、やっぱり体づくりには必要不可欠な要素の一つなので食事から見直すってことも大事かなというふうに思います。今日の動画は以上です。それでは次の動画でまたお会いしましょう。